本日はポコアポケモンで温泉施設作っていきます。よろしくお願いします。場所はクラウド島の石灰石がある場所に作っていこうかなと思います。ざっくりと図面を引いたんですけど、こんな感じで作っていこうかなと思っております。実際ちょっと作ってみてね、サイズ感だったりとかを確認しながら調整はすると思うんですが、とりあえず頑張っていきたいと思います。じゃあまず土台部分を一旦砂で作っていきましょうか。はい、ちょっと見づらいんですけど、土台は一応こんな感じになりました。で、真ん中のところは自動ドアを作って入り口にしようかなと思ってるんで、ここを中心に作っていきましょうか。ちょっと入り口作ってて思ったんですけど、こっから入って、横にカウンターと座敷作ってってやると、意外と狭いかな。ちょっと横広げた方がいいかな。ちょっと横を急遽3マスずつ拡張します。こんだけ広ければさすがに大丈夫だろう。じゃあ次はこのエントランス入ってすぐの受付のところを作りたいんですけど、こっから先は1段上げたいので、こっからこの木の床でどんどん土台を作っていきましょう。じゃあとりあえず右側が受付部分になって、こっちの左側は休憩スペースでお座敷を作ったんですが、この残りの部分で大浴場を作ろうと思ったんですが、肝心なことを忘れてまして、脱衣所考えてなかったんですよね。脱衣所どんな感じにしよう。左側から行って脱衣所があって、でこっちの大浴場入ってって、左に行くと露天風呂に降りれる階段作って、で右側の方で大浴場と、あとこっちの方にサウナスペースを作ってっていう感じにしようかな。でもちょっと待って、今壁を敷き詰めて気づいたんですけど、よくよく考えたら脱衣所から一段下がった方がちょっと銭湯というか温泉っぽいかなっていう気がしなくもないんで、ここは一段下げようか。なんか壁がな、このコンクリートの壁にしたけど、なんかこれじゃない感がすごいな。これどうしようかな。なんかいい方法はないものか。ちょっと別の壁試してみるか、いくつか。どうだろう。木の壁ライトにしたらだいぶ雰囲気は良くなったから、こっちで行こうかな。じゃあこれで一旦ちょっと壁作っていこうか。さあ壁を立ててみたんですが、どうでしょうね。ちょっと気持ち狭い気もするか。ここに階段作って下に下がれるようにして、でここで体洗う場所にして、でこっち側行って、こことこっちに大きいお風呂作りたいから、ちょっと広げるか。よし、だいぶいい感じじゃないか。ここに大きいお風呂が1個あって、あとこっち側にも2個ぐらいお風呂作っとけばいいかな。であと体洗う場所があってってやればちょうどいいか。では早速肝心のお風呂を作っていくんですけど、せっかくちょっと床敷いたところ申し訳ないんだけど、こっからまたさらに一段下げようと思います。浴槽はこんな感じにしたので、ここに温泉を流し入れていきましょうか。一応1個だけ背の低いポケモンたちが溺れないように、ちょっと水位の浅い温泉を作っておきましたんで、これだったら大丈夫でしょう。じゃあ、あとはこの外のサウナ室を作っていきましょう。サウナって普段あんまり行かないんだけど、多分木製の部屋になってると思うので、一応サウナ室はこれぐらいの広さがあればさすがにいいでしょう。こっち側の壁に、テレビを流しながら、こっちでちょっと段差にしてサウナを楽しむっていうスペースにしようか。それじゃあこっから内装の方も少しずつ手をつけていきましょう。で受付の方はレジ作れたんで、これであとは座敷の方を作っていきましょう。座敷はちょっと狭いけどこんな感じで、ここは簡易的なのでいいかな。でもなんかこれだけ見ても結構いい感じの雰囲気になったんじゃないか。あとはこれ電気を通したり屋根作ったりしてどうなるかだな。どうでしょう。割と即席で作った割にはいい感じなんじゃないのこれ。
この飾り棚のなんかこう瓶とかが入ってるやつがなんかちょっとシャンプーっぽい感じになったんで、まあこれもこれでありかな。で、あと鏡とシャワーと、あとはこの風呂場の椅子も置いて、まあ割とこう銭湯というか温泉っぽくなったのかな。で、あとはちょっとこのシャワーが温泉の方に入らないようにここにちょっと仕切りも作ってね。まあ、あとちょっとサウナといえばこういうベンチと下にマットが敷かれがちなので、まあこんな感じでだいぶ雰囲気出るんじゃないか。ここのね、ちょっとこう四隅の方にあるちょっとした仕掛けを作る予定なんで、まあこれも後でちょっと紹介しましょうか。先ほどのサウナ室の隅っこの方に置いたこの石の囲いなんですけど、この中に加湿器を置きまして、パチッとつけて、これで今蒸気がもくもく出てるんですけど、この上にですね、この蓋をすると、なんかちょっといい感じのサウナの蒸気っぽい感じになってるんで、まあ、これでちょっとやってみようかなと。オッケー。いい感じじゃないですか。あとちょっと浴槽をね、一マスちょっと削りまして、ここのね、後ろ、よくよく考えたら、こういう大浴場って、このなんか浴槽の後ろの方にこういう側溝じゃないけど、金網のなんか水が流れるスペースあったなと思って、ちょっと急遽それを作りました。まあ、あえてちょっと水は流さなくていいかなとは思ったんで、一旦空っぽの状態にはしてありますが、一応こんな感じにしました。はい、ということで一旦サウナ室の電気は通しました。こんな感じで、まあ割と明るくなったかな。でね、なんかサイズ的になんか空き家判定になったんで、後でちょっとここにポケモン住まわせようかなと思っております。あとこちらの脱衣所なんですけど、衣類とかを入れるカゴとかあるじゃないですか。あれをね、この木の実バスケットを裏返してイメージしたんで、ちょっと木の実はチラ見えしてるんですけど、まあこれが一番イメージ近かったかな。いろいろ試行錯誤した結果、まあ脱衣所は一旦こんな感じでいいかな。あと屋根をつけた時に実際こう照明とかをつけてどうなるかだね。まあ、座敷の飾り付けはまたちょっと屋根をつけ終わってから全部の仕上げの時にね、やろうかなと思っております。それじゃあちょっとこっから屋根をつける作業をやっていきたいんですが、もうだいぶ時間も遅くなっちゃったんで、明日に持ち越したいと思います。はい、ということで2日目突入いたしました。早速屋根の方をつけていきたいと思います。はい、ということで、斜めの屋根瓦を黄色にペイントして、一応こんな感じで立ててみました。のっぺり三角形にするより、ちょっとこうアクセントをつけて、平たい屋根とかも乗せて、まあ、飽きが来ないデザインにはしてみました。この見えてるところは塞いだりして、まあ、うまいことやっていきましょうか。よーし、ではようやく内装までできたので、一旦見ていきましょうか。まず自動ドアを入りまして、ここの入り口のところには前回の動画でもご紹介したんですけど、カーテンをのれんに見立てるっていうやり方をやってます。で、入り口のところはベンチを2個飾って休憩スペースと、あとは飲み物を買えるスペースを作ってます。で、入り口上がっていただいて、左側の方に休憩スペースを作りまして、サンドイッチを食べたり読書をしたりして時間を潰せるところになってます。ちょっと順番逆になっちゃったんですけど、右側の方は受付カウンターになってます。すでにニャースの住みかにもなってます。そして奥の方進んでいただいて、左手曲がると脱衣所になってます。で、こちら入っていただいて大浴場になっております。照明は比較的たくさんつけたんですけど、やっぱりね、空間が結構大きいんで、なかなか全部照らすっていうのはできないんですけど、逆に薄暗い方がちょっと雰囲気も出ていいのかな。だいぶなんかこの体洗うスペースは個人的に結構よくできたかなと。で、ここはお子様用の水位の低い温泉と、よいしょ、ちょっと座ってゆっくりできるスペースと、あとは大人数だったり体の大きいポケモンも休める温泉を作っております。さあ、そしてこちらの方入っていただくとサウナスペースですね。一応ここのところから蒸気が出て、サウナっぽい演出をしております。で、こっちは座る場所ね。よいしょ。割とサウナの表現としてはいい方なんじゃないですかね。下にマットが敷いてあって、ベンチで座って体の老廃物を汗とともに流していくと。さあ、それではここからが問題なんですが、この外、大浴場から左手行った外のところが露天風呂につながる場所になりますが、
ご覧いただいている通り石灰石があちらこちらにありまして、露天風呂のイメージとしてはちょっと合わないので、今からこの石灰石のブロックを全部芝生に変えようと思いますので、ちょっとまずはその作業をしたいと思います。よーし、多分これで OK かな。一通り土に全部入れ替えたので、ところどころちょっとブロック埋めるだけだとデコボコしすぎちゃうから、まあ蓋をする感じでちょっと平坦な感じにしております。イメージとしては、ここの大浴場から出て、外に降りてって、この辺にまずでっかい温泉を1個作って、で、こっちの方に2段目にも温泉を作ってっていう風にやろうかなと思っております。それではいよいよ大詰めとなりますが、頑張っていきましょう。はい、ということで一旦完成いたしましたので、今回はポリゴン2と一緒に中を見ていきたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。だいぶちょっと突っ込みどころの多い温泉施設にはなっちゃいましたが、個人的にはかなり頑張ったと思いますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価、あと感想をコメントで教えていただけると大変助かりますので、よろしくお願いいたします。ちなみに上から見るとこんな感じになっておりまして、かなり大きい施設ですね。以前和風の大豪邸建てたっていう動画出したんですけど、その時よりも下手したらでかいんじゃないかなっていうぐらいのスペース使ったんでね、今後もこのクラウド島頑張って開発していければと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。